こんにちは、ハッカです。いやー、長かった。思えば1年半ほどでしょうかね。グラフィックボードの価格が高騰してからですよ。ここにある自作 PC なんですけど、当初からだいぶパーツ構成変わってるんですよね。ところがですね、最初期から変わっていないパーツっていうのがいくつかあります。それがメインメモリ、SSD、そしてグラフィックボードなんですよね。逆にそれ以外全部変わってるというところも驚きなんですけど。で、こちらに今刺さっている RTX2070 スーパー。2020年の3月に購入したものです。で、その年には RTX30 シリーズっていう現行の型が出てるんですけども、急に価格が上がっていきましたね。で、その価格が下がり始めたのが、今年に入ってから、特にゴールデンウィークあたりで目に見えて下がりましたよね。理由としては、まず生産が追いついてきたというところ。そして、マイニング需要というのがあったんですけど、それに使えないローハッシュレート、LHR というような種類のグラフィックボードが主流になってきたこと。また、価格が高騰して需要が低下してしまったこと、買う人が減ってしまったことっていうのが挙げられるとは思うんですけど、何よりですね、今年の後半に出てくるであろう次期モデル、RTX40 シリーズの影が見えてきたことですね。モデルチェンジ前に在庫売ってしまいたいじゃないですか。でも今市場には、しっかりと RTX30 シリーズの在庫っていうのがダブついてるんですよ。またですね、円安の影響がまだあまり見えてないのかなというところもあります。必ずしも為替の動きと製品の値段って、リアルタイムで連動するわけじゃなくてですね、為替予約っていう買い方もあって、一定の期間までは、この為替、レートで取引しますよって約束を取り付けておくっていう方法もあるんですよ。なので、円安が始まる前に、ある程度の期間、円高の状態で取引をしますよって約束さえしておけば、その後の輸入も少しは安定するというところはあったりもします。グラフィックボード自体、PC パーツの世界でどこまでその為替予約っていうのが行われているのかは何とも言えないんですけれども、先ほどの在庫のダブ付き問題もあって、30シリーズの価格っていうのは今のところ落ち着いています。でも、これから出てくる RTX40 シリーズはそういうわけにいかないですよね。おそらく相当値上がりしてくると思います。性能が上がった分値上がりするっていうのもあるんでしょうけど、為替の影響もあったりとか、また新しい製品になると在庫っていうのが少なくなるので、需要と供給のバランスも考えて、相当、品薄と価格の上昇と、両方見られるのではないでしょうか。今後ですね、やっぱり値上がりする未来しか見えないなと思って、私もどこかでグラフィックボード更新したいなというふうには考えていたんですよね。なので今年は Amazon プライムデー夏に行われてますんで、それに照準を合わせてました。実際に Amazon プライムデーで安くなっていたグラフィックボードっていうのもあるんですよ。ところがですね、今年の Amazon プライムデー、みんな動き早すぎですよ。迷ってるうちにどんどん在庫なくなって、結局買えなかったんですよね。ところがですよ、プライムデー終わった途端に価格の下がったグラフィックボードが出てきました。これ Amazon あるあるですよね。そしてそれがこちらなんです。ギガバイト RTX3080 Ti Vision。いやー、ついに来た。はい、私がビジョンシリーズ好きなのは、この動画、昔から私のチャンネル見ていただいている方にはもう周知の事実だと思います。後ろの自作 PC もですね、マザーボードがビジョンシリーズになっていたり、ギガバイト製品多く積んでます。やっぱり白い PC には白いグラフィックボード合わせたくなるじゃないですか。今積んでいるのもギガバイトの RTX2070 スーパー。こちらのホワイトモデルなんですよね。やっぱりグラフィックボード一番目立つパーツですので、白いグラフィックボードいいですよね。その中でも今回選んだのは RTX3080 Ti ですよ。今現行の型でいくと一番上は RTX3090 Ti。
そして3090があって、こいつは3番目になります。今の2070スーパーっていうのが、3060以上、3060Ti 未満のあたりの、性能ですので、その60から80まで、そして Ti がついてということで、4、5段階ぐらいパワーアップするような感覚でしょうか。もう楽しみでしょうがないです。どうせ40シリーズって出ないでしょうし、この 3080Ti で、2、3年しっかりと現役で使えればいいかなというふうには考えてるんですよね。では、もう開けてみましょうか。はい、もう箱からしてでかい。いや、もう 3080Ti ともなると相当なサイズ感ですよ。では、オープン。ギガバイトの製品、必ずこれ入ってますよね。オーラスのイメージが、書かれた紙だったり、あとはクイックガイドということで、簡単な説明書ですね。ということで、どうだ？おー出ましたね。すごっ重っ。このビジョンシリーズですね、他のグラボとだいぶ違うのはやっぱりこの四角いっていうところでしょうかね。あんまり斜めになってなくて、ものすごい真四角な形状をしてるんですよ。そこがいいんですよね。ポートが5つありますね。HDMI2 つに残りはディスプレイポート3つという形ですね。3080ぐらいになると、ここも空いてて、上に熱を逃がすような作りにもなっています。そしてビジョン、やっぱりここがいいですよね。この、ギガバイトって書いてるロゴのところは光るんですけど、この周り、紫色になっているところ、ここがまた綺麗で、そして表、シルバーの、筐体の中にホワイトのファンが映えますね。この色の組み合わせがギガバイトなのに NZXT 感ありますよね。ちょっと唯一気になるかなと思ったところが、このバックパネル、上になるところが、アルミ剥き出しだから、ホワイトがやっぱり良かったなと思うんですけど、これ実機持って分かりました。これおそらくですね、排熱のために余計な塗装してないんですね。アルミなんで、触ると若干ひんやりします。それじゃ、乾燥してみましょうか。それではここからはベンチマークの結果を見ていきましょう。まずは Final Fantasy XIV ベンチマーク RTX2070 スーパーから回していきましょう。設定上、使っているモニターが WQHD なので、フル HD と WQHD2 つで試してみました。結果としては、とても快適と非常に快適ということで、明暗が分かれる結果となったんですけれども、13860と17089という結果になっています。続いて RTX3080Ti に変えるとどうなるか。もうね、
数字の上乗せというかですね、この進み具合の速さがもう全然違うんですよね。で、結果、両方非常に快適ということで、18,457と21,359と、フル HD では2万超えというスコアになっていますね。では、重たいゲームではどうでしょうか。ファイナルファンタジー15ベンチマーク。これも RTX2070 スーパーから試してみたいと思います。このベンチマークはですね、ゲーム内の解像度 4K も選べたんですよ。なので 4K でもしっかりと見ていこうというところなんですけれども、さすがに2070スーパーだと 4K は数字が全然上がっていってないなという感じですね。で、結果としては4080、6999、9594ということで、普通、快適、とても快適という、三者三様の結果になったんですね。これを RTX3080 Ti に変えるとどうなるか。これもやっぱり数字の上がり具合っていうのがさっきとは段違いなんですよね。もう中盤ぐらいでさっきの2070スーパーの値を軽く超えていくというような状況になっています。はい、最終結果なんですけども、4K でも7847、WQHD12194、フル HD13982、最低でも快適というところに達することができました。では、定番中の定番 3D マークのタイムスパイ、これも見ていきましょう。これはですね、ゲームの設定というのはなくて、完全にスコア値での比較になります。この非常に重たいところの FPS も出てたりするんですよね。はい、結果としては 15,387 と 9,212。で、ゲーム性能では比較的重たい処理で大きく差がつく傾向になりました。軽いゲームの FF14 では差が少ないんですけど、重いゲームの FF15 だったりとか、タイムスパイでは1.5 倍とか2倍ぐらいの差がついてるんですよね。それでは Apex Legends 試していきましょう。3080Ti の低設定という形で、だいたい220とか200以上出てますよね。で、これをですね、最高設定という、考えられる限り全てを高とか、オンに設定するというところでやってみると、108とか110とか、そのあたりの FPS に落ち着いてしまうんですよ。さすがにこれだとですね、厳しいなと思って、このスーパーサンプリングっていうのだけオフにしました。このスーパーサンプリングっていうのは画質を上げるために FPS を犠牲にするっていう設定なんですけど、ここの自動で FPS を下げるっていうのをオフにすると、結構出ますよね。これ WQHD の解像度なので、ここで 200fps 近くが出てるっていうことは、144Hz のモニターであれば問題ないはずです。240Hz のモニターを使おうと思うと、もう少し画質を落とす必要が出てきますね。で、2070スーパーで、同じように試してみました。で、最高設定だと100くらいなんですけれども、これですね、先ほどのスーパーサンプリングオフにした状態です。なので、おおむね 1.5 倍以上、1.6、1.7 倍くらいの差っていうのが、もうそこでできているなというところなんですよ。で、2070スーパーで、実用的なFPS を出そうとした場合には、しっかりと設定を下げる必要が出てきます。これでだいたい130とか140前後の FPS になっていますね。はい、両者の比較です。同じような設定で見たときに、片や170から200ぐらい、もう片方は100ちょっとっていうところで、かなりの差がついてますよね。はい、ゲーム性能だけではなくて、動画編集性能もやっぱり気になるところです。これですね、先日の FX3 の動画なんですけど、今エンコードしているところですね。FX3 がですね、かなり高圧縮のファイルで、処理するのが重たい状況なんですよね。で、そこにカラーグレーディングとしてラットを当てたりとか、あとはエフェクトを使ったり、トランジションを入れたりというところなんですけど、実測で
RTX3080Ti は11分40秒と、RTX2070 スーパーは12分47秒という結果になりました。どちらも動画の長さは20分35秒なので、それよりは短くなるんですけれども、RTX3080Ti の方が1分ぐらい縮められたというような状況でしょうか。いかがでしたでしょうか。昨今のグラフィックボードの事情から、今回入手した RTX3080Ti の、取り付け風景だったり、ベンチマークだったり、見ていきました。私個人的には性能にも見た目にも大満足の一品という形になりましたね。後ろ、ちょっとボケちゃって見づらいんですけど、しっかりと紫色の帯が、ケースの中に入るなっていうのがわかるかと思います。ちなみにですね、大事なポイントというか注意点がありまして、やはり RTX3080Ti ともなると消費電力が非常に大きいんですよね。なんと驚異の 350W。これですね、カタログ値で見ると3090と同等なんですよ。そもそも 3080Ti っていうのが3080の強化版というよりは3090のメモリの少ない版みたいな位置づけではあるので、納得ではあるんですけど、そうなるとですね、自作 PC においては、電源選びも重要になってきますよね。で、私動画でちょっとこれお話ししてなかったかもしれないんですけれども、電源も実は変えていて、こちらですね、スーパーフラワーの VDEX の 1000W プラチナ認証の電源に変えています。理由としては、やはりこういったグラフィックボードの乾燥っていうのを、将来的にやろうかなということを考えていて、大容量にしたかったと。あとは白かったというところではあるんですけど、白い電源ですね。実際この H510i に載せると全く見えないんで、あまり意味ないかなっていう気はしてました。ただ1000W でプラチナ認証ということで、こういった RTX3080Ti を載せても、安心かなというところはありますね。ここにインテルの12900とか、かなり消費電力の高いやつを載せると 1000W でもちょっと微妙かなとか 1200W ないとダメかなとかっていう世界が、見えてくるんですけど、これから電源選びする方はだいたいですね RTX3070Ti 以上、こちらのグラフィックボードを選ぶときは、1000W 以上の電源があると安心かなというところをお伝えしたかったんです。あとですね、ベンチマークでいろいろ見てきた中でですね、動画の書き出しが早くなったっていうのは良かったんですけど、その後ずっと動画編集してるとタイムラインの動きも改善されたんですよ。主に逆再生だったり倍速再生だったり、そういった動きをさせると今まではついてこなかったりとかラグがかなり大きかったんですよね。で 3080Ti でラグ全くないかっていうとそうでもないんですけど、タイムラインの追従性っていうのは非常に上がりました。こういうところも非常に良かったなというポイントですね。で、今後数年間はこのグラフィックボードがゲームに動画編集にと活躍してくれるものと思います。皆さんも気になるグラフィックボードあるなという方はですね、割と今おすすめの時期なんじゃないかなと思いますので、いろいろとチェックしてみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。